こんにちは。今回は、私のスマホにこのような詐欺の SMS が届いたので、それを開いてみようと思います。普通、こういうの開いたらウイルスに感染するんじゃないのか？こういう怪しい URL を開くと、クレジットカードや個人情報を抜き取る偽サイトに繋がったり、怪しいアプリをインストールさせられることが大半よ。いや、そんなの開いて大丈夫なのかよ。今回は、安全に配慮して仮想環境を使って開いていくから大丈夫よ。最後に、こういう詐欺に遭わないための方法も解説するわ。なるほど、その仮想環境というのを使えば安全に検証ができる感じなんだな。というわけで、まずは私に届いた SMS がどんなものだったか説明していくわ。というわけで、私に届いた SMS がどんな内容だったか見ていくわね。まず、送信元の電話番号が070だから、携帯の番号であることがわかるな。あと、URL が t.co になっているわね。これは、Twitter の短縮 URL ね。例えば、DM で送った URL は開くときにこれに自動で変換されているの。いや、そんなの初めて知ったんだが。というわけで、まずはリンクを開くだけ開いてみようと思います。どんな挙動をするんだろうな。開くを押してみます。私のスマホの機種だと、こんな感じでセキュリティスキャンがされるのよね。それに、ちゃんと警告も出ているんだな。このメッセージ自体も迷惑メール判定されていたし、開く前に警告を出してくれるから便利ね。というわけで、URL にアクセスするとこのようなメッセージが出てきました。ここからわかることは、duckdns.org というドメインを使っていて、Chrome のアップデートを装ったメッセージを表示しているということです。この感じだと、Chrome を装って偽物のアプリをインストールさせようとしてくるのか。OK を押してみます。すると、画面のように APK ファイルがダウンロードされるみたいです。ファイル名も Chrome アップになっていて、やはり Chrome のアップデートを装ったファイル名になってるな。あとこの APK ファイルってどういうことができるのか？ APK ファイルは、簡単に言うとアプリのインストールファイルね。皆さんが普段アプリをインストールするときは Google Play を使うと思うけど、それを経由せずにインストールできるというのがわかりやすいかしらね。なるほどな、当たり前だがこれをダウンロードするのは危険というわけか。ダウンロードした後にインストールをすると、ウイルスが入ってしまうかもしれないわ。あまりスマホに詳しくない方は、APK ファイルは扱わない方が良いわね。気になったんだが、これを Android じゃなくて iPhone で開いたらどうなるんだろうか。iPhone に APK は入らないんだよな。そうだね。APK は Android 用のインストールファイルだから入らないわ。それじゃあ、実際にインストールする前に iPhone での挙動も確認しておくわ。URL を入力して、開くを押します。はい、真っ白な画面になりました。このまま何もなかった感じなのか？そうね、このまま何も開かなかったわ。ちなみに、パソコンで開いた場合も全く同じ挙動だったわ。やっぱり、これは Android が対象のウイルスなんだろうな。ページの挙動も分かったことだし、次に実際にインストールをしていきます。というわけで、実際のアプリのインストールをする前に仮想環境について説明します。今回使うのはこちらの VMOS というアプリです。これはどんなアプリなんだ？わかりやすく言うと、Android の中で Android を使うという感じね。仕組みとかちょっとよくわからないが、これを使えば完全に分離された環境が使えるというわけか。というわけで、まずは ROM のインストールからね。今回は、一番新しい Android 9.0 をインストールします。インストールが終わると、このように仮想環境が使えるようになります。いや、これ普通に仮想環境とは思えないな。次に、ブラウザアプリから APK をダウンロードしていきます。ダウンロードが終わりました。ファイルサイズは 18MB なんだな。あと、ファイル名の謎の数字も気になるわね。とりあえず、このままインストールをしていきます。この提供元不明のアプリという設定をオンにしないといけないんだな。わからない人は、まず安易にこういう設定をいじらなければ安全ね。インストールが終わったわ。アプリ名は、RIPR になっているわね。なんか出てきたな。これは、バックグラウンドでの常時実行を許可するかという設定の要求ね。ああ、これをオンにしてしまうと裏でウイルスが動くようになってしまうのか。許可しないを押しているけど、どうやら許可をしないと進めないようね。とりあえず、今回は許可を押して進みます。今度はなんだ？確認を押してみるわ。どうやら、これはウイルスを SMS アプリに設定させようとしてくる感じね。ああ、これはやばいやつだな。このままはいを押してしまうと、確実に SMS が乗っ取られるわね。
もしかしたら、最初に届いたこのアプリに誘導してくる SMS もこれを入れてしまった人でネズミ講みたいな形で広まっているのかもな。ニュースでも、詐欺 SMS を送ってきた番号に電話をかけたら、電話の相手は何も知らなかったというパターンがあったらしいわ。電話番号を勝手に詐欺に使われるなんて恐ろしいな。ここで、はい、を選んだらなぜか Google が出てきたわ。そして、アプリ一覧を見ると謎のアイコンと名前のないアプリがありました。完全に怪しいアプリが入っちゃったな。アプリ情報を確認すると、ちゃんと最初にインストールしたアプリ名だったわ。権限の設定が終わったら、このアプリは Google を開くだけのものに変わるみたいね。本当に、巧妙な手口だな。こういうウイルスを入れてしまった場合は、早急なアンインストールをしないといけないわね。今回は仮想環境だったから良かったが、本物のスマホで同じことをしてしまったらと思うとゾッとするな。このアプリがダウンロードされる時の数字はどうやら1アクセスごとに上がるようなのよね。いや、そんな毎回変わるのかよ。これはおそらく、重複ダウンロードでキャンセルされる対策だったりしそうね。というわけで、新しくダウンロードされた APK ファイルを開いてみると、あら不思議、名前が変わっています。いや、アプリ名まで毎回変わる仕様だったのかよ。ちなみに、インストール後の挙動は全く変わらなかったわ。毎回変わることでセキュリティソフトを対策しているという可能性もありそうだな。あと、SMS アプリに設定した後に証拠隠滅をする挙動をしたので紹介していきます。証拠隠滅？どんな感じでやるんだろうか。まず、これはダウンロードフォルダの画像なんだけどこの構成を覚えてね。見た感じだと、ファイルが3つあるな。ウイルス感染までの様子は倍速しておきます。はい、インストールと権限付与までできました。この状態で、ダウンロードフォルダを確認すると、2つファイルが消えてるな。さっきの2つは APK ファイルだったのよ。驚きだけど、端末のダウンロードフォルダの APK を自動で削除するようなのよね。これは、かなり巧妙な隠蔽工作だな。SMS の設定をした時点で、ファイルへのアクセス許可もオンになるから、それ以外の端末内のデータも勝手に取られている可能性がありそうね。それは本当に恐ろしいな。ウイルスアプリの紹介はこれくらいにして、次にこれの対策方法を説明していくわ。最初に、当たり前だけどこういう怪しい SMS が届いても安易に開かないことが一番大事ね。そうだな。もし開いてしまった場合は、どうすればいいんだ？仮に開いてしまったとしてもすぐにブラウザを閉じれば OK ね。何かダウンロードされたとしても絶対にインストールはしないことが重要ね。今回は、Android でこのような詐欺を防ぐ方法を解説していくわ。今回の方法で、こういう怪しいサイトへのアクセスも遮断されるようになるから、皆さんも試してみてね。それは無料でできるのか？今回使うアプリは基本無料で詐欺サイトブロックまでできるわ。それならやって損はない感じだな。これから、やり方を説明していきます。まずは、ブラウザからアドガードと検索します。検索できたら、一番上に出てくるアドガードの公式サイトを選んでください。この画面になったら、ダウンロードボタンを押してください。すると、このような画面になりますがそのままダウンロードを選択します。ダウンロードが完了したら開くを選んでインストールをします。すると、このように表示されますが許可が必要なので設定を選びます。もしかして、これも APK ファイルなのか？本当に安全なんだろうな。アドガードはさっきのウイルスとは違ってちゃんとしたアプリだから、APK からのインストールでも問題はないわ。そうか、それなら安心だな。だとしても、スマホに詳しくない人は APK のインストール後に設定をオフにした方が良いわね。設定を押すと、許可を選択する画面になるのでスイッチをオンにしてください。すると、インストールができます。機種によって操作方法が違う場合がありますが、大体はスイッチをオンにするだけで大丈夫です。このスマホの機種は古いからインストールに時間がかかっているな。最新のスマホならインストールは一瞬で終わるのにね。インストールが完了したら、アプリを開きます。ここでの設定は、基本的には許可を選んで進めば大丈夫です。ここは利用規約に同意するにチェックを入れて続行します。すると、このような画面になるので VPN の設定をします。ここで OK を押した後、パスワードの入力を求められる場合もあるわ。これは、右上の×を選んでください。これでブロックが適用された状態になったのか？まだね。次に下に警告が出ている HTTPS フィルタリングの設定をしていきます。これも画面を読んでこのまま次へを選んで進みます。証明書を保存する画面になったら、保存を選びます。
次に、証明書のインストールをしていくけど大体の機種ではストレージからのインストールボタンを選べば OK よ。証明書種類は、CA 証明書を選んでください。警告が出てきますが、このままインストールします。ここで、さっき保存した CRT ファイルを選択します。インストールしました、と表示されたらこれで HTTPS 設定は終わりです。これで今度こそ設定できたのか？迷惑要素フィルタの設定をしていないからまだね。いや、普通に長いな。次に、常時起動の許可もできたら、右下の歯車を押してください。フィルタリング、フィルタ、迷惑要素フィルタの順に選択します。そうしたら、下のポップアップから有効にするを選んでください。最後に、アドガード迷惑要素フィルタをオンにすればこれで終わりよ。おお、これでさっきの詐欺サイトもブロックされるようになるという感じか。早速、開いてみましょう。おお、ちゃんとブロックされたな。これで大体の詐欺サイトはブロックされるようになるわ。他にも、アドグアードを入れているとスマホの広告が消えるというメリットもあるので、皆さんも試してみてください。広告が消えるのは素晴らしいな。ただ、アドガードも野良アプリではあるのでインストールは自己責任で行ってください。というわけで、今回の動画はこれで終わろうと思います。当チャンネルでは、普段はガジェット関係の動画を投稿しているので興味があれば見ていただけると嬉しいです。動画が面白いと思った方は、チャンネル登録もお忘れなく。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。